皆さんこんにちは。金つば登山部です。今日はね、ここは鳥取県の伯耆大山元谷に来ています。後ろに見えるのがね、大山の北壁になりまして、ここ元谷はね、そんな北壁を登る皆さんの、ベースとなるところですね。大山もね、これから本格的な雪山シーズンを迎えます。そんな雪山ですけども、雪山で大切な装備、たくさんありますが、その中で絶対に欠かすことができない一つ、ツェルト。今日はね、このツェルトの使い方と、ビバーク、緊急避難ですね。どうやって、アクシデントの時にね、どうやって、一晩過ごすか、一晩じゃなくても日中もそうですけど、どうやって過ごすかっていうのをね、簡単に、紹介していこうかと思っています。このツェルトがあるとないとではね、命が助かるか助からないか、そういうことにも、なります。ですので、これは雪山絶対に欠かすことができない装備だと私は思っています。私はね、雪山に限らず年中山に行くときは、バックパックに入れているんですけどね、ちょっとこれ出してみましょうか。ツェルトはね、ほんとこういう光が透けるぐらいね、薄い生地になります。ちょっとこれかぶってみますよ。今、かぶっていました。もうね、このかぶるだけでね、風があるときはね、全然これで風よけになりますので、ちょっと休憩するときとか、あるとね、いいと思います。そしてね、風が強いとバタバタしますので、こう座り込んでね、お尻や足で、抑え込むと風にね、飛ばされることもありませんので、雪が降っている時とか、風が強いとか、そういう時にね、ちょっとこうやってかぶって、休憩とか、体調が悪くてね、調子が悪い時に、休むとね、全くこれがあるとないとでもね、違います。本当、ただこれだけのことですね。これだけのことですけども、あるとないとでは全く、環境が異なりますんで、登山が終わって時間があるときにね、試してみるのもいいと思います。それでね、今日はこれを踏まえてね、もうちょっと発展した形で、ビバークするときに、どういう風にしたら、より快適にね、できるかっていうのをね、ちょっと紹介していこうかと思います。それではね、登山中に行動不能になった場合ね、ビバークをしないといけないということになるかもしれません。そういう時にはね、まだ十分に体力があるうち、そしてね、まだ明るいうちにね、ビバークというね、決断を下すのが大事じゃないかなと思っています。まずね、体力があるうちにっていう理由はね、ツェルトをかぶるぐらいだったらいいんですけど、ちょっとした、雪像を掘るとか、特にしっかりとした雪像を掘ろうかと思ったら非常に、体力がいります。ですので、もう目いっぱい行動して、もう体力の限界ヘロヘロになるまでね行動してからだとね、雪像を掘ることがおそらくできなくなると思います。で、掘るっていう作業はね、皆さん、日常で経験することがあまりないかと思いますけど、掘る作業っていうのはね、非常に腰が疲れます。そしてね、
掘り始めたペースを維持して掘り続けるっていうのはね、ほぼ、不可能だと思います。ですのでね、雪像を掘るにしても、1人なら1人、数人ね、入れるようなものを掘ろうかと思ったら、おそらく数時間、かかると思います。ですのでね、体力があるうちに、掘り始める作業にかかるっていうのが、まず一つのポイント。そしてね、早い段階で、まだ明るいうちにね、ビバークに適した、場所をね、探し出すっていうのがね、これも、大事だと思います。つまりね、雪崩の危険があるとか、落石の危険があるとか、転落の危険があるとか、周囲の環境のね、危険を回避できる、そういう場所、もちろんね、風が強ければ風を避けることができる地形を探すことが、大事です。そうなるとね、暗い中、ヘッドランプの明かりだけでね、そういう適地を、探し出すっていうのは、困難ですから、早い段階、まだね、ある程度視界が残っている中でね、ビバークに適した場所をね、探し出すということが大事だと思います。それではね、じゃあ実際に、ビバーク、するとき、どうやってね、そのビバークの、場所を、作っていくかっていうのを、簡単に、紹介していこうかと思います。ちょっとね、まだ積雪があまり多くありませんので、簡単なものしか作ることができませんが、ちょっとやってみます。もしね、装備品として持っておられるのであれば、これは雪崩用の、捜索用の、プローブというものですけども、こういうものを、活用して、積雪のね、深さ、どのぐらいあって、奥行きがどのぐらいあるかっていうのをね、これで、積雪の状況を調べることができますので、雪道を掘るときのね、一つの目安になるかと思います。で、ショベルですね。雪山登山必須の装備品です。なかなかショベルまで携帯できる方は、少ないんじゃないかなと思いますけど、ショベルもね、ベルと同様に雪山では欠かせない、重要な装備、必ず雪山登山にショベルは必要です。ちょっとやっていきましょうかね。今ね、そしたらね、カメラのこっち側から、向こうにかけてね、強い風が吹いているというふうに想定して進めていきます。で、掘るときにね、雪質によるんですけど、こういうね、ブロック状で掘ることができるようであれば、ブロックの方がいいです。これを、風上側ね、進んでいきます。ブロックにして、こういうね、掘る作業は重労働ですので、なるべく、効率よくね、進めていくことが、体力温存につながってね、大事だと思います。ブロックにしてね、積んでいきます。今もうこれね、地面ですけどね、ブロックを作って積む、ブロックを作って積むっていう作業をしていくと、こっちは低くなっていく、こっちは高くなっていくっていう風にして、より早くね、自分が入れるぐらいの雪道といいますかね、穴をね、掘ることができますので、
効率がいいと思います。とりあえず、このぐらいまでしか、掘れませんが、もっとね、このブロックがもっと高ければ十分にね、風を避けることができます。それでね、当たり前ですけど、雪の上に一晩座って過ごすの背中もですけど、正直ね、もう寒くてね、ガクガクブルブルして、とても、快適からはね、程遠いものがあります。そこで私はね、まあ大体皆さん雪山登山登られる方、まあ小さくても30リットルぐらいのバックパックは背負っておられると思いますので、まあ、これは50ぐらいあるんですけど、私はこのバックパックの背中側ですね。見えないですね。背中側。見えるかな、こっち、背中側にね、こういう切ったマットをね、入れています。で、マット、敷いて、空にしたバックパック。バックパックの背面にはパッドが入ってますよね。ですので、こういうのを背中側に当てて、こういう風にして、やると、お尻からの冷たさ、背中からの冷たさがね、かなり、軽減することができますので、直接ね、雪の上に座ったりするよりは、よっぽどいいです。ですので、こういうマットね、こういうマットの、何でもいいです。別に、特に、有名なブランド商品じゃなくても、こういうの結構安くて売ってますんで、そういうのを自分が必要な大きさにね、切って、バックパックに入れておかれたらいいと思います。ビバークはね、正直辛いですね。ほんと20分おきぐらいに時計を見たりします。まだ20分しか経ってないよとかね、背中がゾクゾクして、ガクガクして、まあ風の音もゴーゴー言ってますし、不安ですしね、快適なビバークなかなかできませんけども、まあ、それでもね、何もない状況で過ごすよりはよっぽどいいですので、こういうね、中で、もうこれだけでも風を受けることができますので、で、この上に、持ってくるの忘れました。この上にベルトをかぶります。バタバタしないように足で押さえたり、お尻で押さえたりして、こういう状態にします。今、このベルトの中で足を伸ばして、ちょうどね、リクライニングの、シート、ソファーに、座っているような格好ですけども、これだけでもね、風雪、風が強かったり、どんどん雪が降ってくるような状況でもね、温かいお茶を飲んだり、何か食べたりね、することができますので、これだけでも、全然違うと思います。ということでね、今はね、ちょっともうこんな、もうなんか超簡単、こんなものしか、できませんでしたけど、もっとね、積雪があったら、これをね、横にずーっと掘っていくと、必要十分なね、雪像を、掘ることができます。そしてね、やっぱりこう、ビバーク中っていうのはね、とにかくね、こう、何か食べてね、食べて飲んで、
寒いですからね、体の中からね温めることが、非常に重要だと思います。アメちゃんでもいいです。アメちゃんもね、ちょこちょこ、食べるだけでも、全然結果は違うと思います。もちろんね、しっかりとしたものを食べることができるような状況になれば、もうそれはそれでね、さらに、良いです。ですので、長い夜になりますけど、頑張ってね、次の日の、良い天気を期待して頑張ってね、一晩を過ごすことが大事ですね。雪が降っている中でのビワークですとか、そういう場合はね、こういうクランポンですとか、ショベルとか、あとこのバックパックから、出した装備品ですね。こういうものがね、その辺に無造作に置いておくと、どんどん雪が積もっていってしまって、もうどこに何があるのか、すぐ分からなくなります。ですので、そういうことを防ぐためにも、こういうね、大きめの、スタッフバッグですとか、こういったギアですね。こういったものは、カラビナですとかね、こういう、クライミングテープ、こういうものですとかね、こういうものを利用して、まとめておく、こういうことも、大事だと思います。雪に埋もってからこういうのを一個一個探し出すのはね、時間の無駄でもありますし、ギアそのものを失ったらね、今後の行動に大きな影響を与えることもありますので、一つのものを、引っ張り出したら、全てのものがね、つながっている状態にしてしまう、ね、もうこれに尽きると思います。アックスなんて失ってしまったら行動そのものが不可能になるっていう場合も、ありますからね。こういうちょっとしたことですけどね、大事だと思います。そしてね、何よりもやっぱり大事なのはね、実際に自分でやってみることもこれに尽きると思います。私のこの映像もですけども、他の方のもっといい、映像をね YouTube に上げておられる方もたくさんおられますので、とにかくね、自分でやってみる。そうするとね、雪像を掘るのがどれだけ、体力を使うことなのか、それからね、こういう思ったところで、うまく作ることができなかったとかね、そういうことがねどんどん、蓄積されていきますので、早めにね登山が終わったような場合ね、みんなでちょっと練習してみようよみたいなことを、声かけて、もちろん一人の場合でもねちょっとやってみようかなっていうような感じでね、練習をされることがね、最も大事で最も効果的だと思います。そうすると自分なりにね、こうしたらいいんじゃないのか、こういうものがあったらいいんじゃないのかなとかね、そういうことがどんどん、分かっていきますので、いざ本番でね、そういう状況になった時も、冷静に、対応できると、私は思います。それではね、ツベルト使った、ビワークの方法をね、簡単すぎるほど簡単でしたけど、紹介してみました。いろんな、大事なことはあると思いますが、やっぱりね、そういう緊急事態に陥ってもね、慌てず焦らず、ね、冷静に、対処していくことが必要だと思っています。
はい、それでは皆さん、私も含めてですけど、雪山登山気をつけて、楽しみましょうね。伝えたいことが伝わってるといいですけどね。最後までありがとうございました。